Et je prends ça. Bonjour monsieur. C'est combien vos oreilles? 15 euros. 15 euros? Yes. Thank you. Okay, thank you very much. Là, vous êtes sur du cépage gamay.いただきます。2日目のシャトゥ、とても楽しかったです。たくさん買ってしまいました。そろそろ帰ります。今回のシャトゥのブロカント、1日目で買ってきたものはこれです。このディゴアンサルグミンヌのスープ入れ。私の動画の中の2日目でインタビューさせていただいたお店です。あのお店のスープ入れがたくさん並んでたんですが、そこでまず私の目に飛び込んできたのがこれでした。とても状態が良くて、全く汚れかけひびありません。これでお値段は40ユーロでした。こんな感じですね。こちらもこんな感じで裏にこうあります。だんだんとこのアグレストシリーズも揃ってきました。とっても嬉しいです。これは結構重さもあるし、持って歩くのはちょっと大変だったので、1日目はこれだけ買ってきました。そして2日目に買ってきたものはまずこれです。これはディゴアンサルグミンヌ
これはあのお店で最後の1枚でした。私の以前の動画で10州のブロカントで1枚3ユーロで買ってきたこのお皿、これもリゴアンサルグミーヌ、似た雰囲気なので合わせて使ってみようかなと思ってます。そして同じお店で買ってきたのはこのお皿です。これは1枚4ユーロでした。これは実は裏には何も刻印がありません。なのでどこのメーカーのものなのかはわからないんですが、そのせいなのか私が行った2日目は木曜日だったんですが、まだ枚数が残ってました。とても素敵なデザインだと思ったので気に入って買ってきました。これが2枚、そしてこれです。この木の靴型、これを使ってらっしゃった方の足型に合わせて削ったんではないかなと思います。きっと大事に使ってらっしゃったんでしょうね。以前の私のジュードゥブロックというブロカントのお店を取った時に帽子の木型がありました。あれもかなり惹かれていて欲しかったんですが、予算の関係で諦めました。こういう木製の道具類、なぜかとても惹かれます。やはり私の以前の動画でブルターニュ通りのブロカントへ行った時に買ってきたこの木のデッサン用の人形らしいんですが、これにも一目惚れでした。そしてこれです。このカモメくん、夫が一目これを見るなり全然美しくないと言ってました。確かに美しいというわけではないんですが、何でしょうね、このドヤ顔、ドヤ、これに惹かれました。そしてもちろんこれも木製です。これを買ったのは帰る直前だったんですが、そうだあれを買わなきゃと慌てて行ったので、つい値段交渉も何もせずにはいと買ってきてしまったんですが、後から見たら実はこのくちばしのところが折れていて修理した跡がありました。これは10ユーロぐらいにはなったんじゃないかなと少し後悔したんですが、でもやっぱりこのドヤ顔カモメくんの魅力に負けました。今回のシャトルのブロカントですが、あまりにもお店が多すぎてお皿も多すぎて逆に何を買っていいのかわからなくなってしまいました。どのお皿も多分毎週末ごとのブロカントで見かけたら即買いしてるような好きなお皿だったと思うんですが、あまりにもそういう好きなお皿が多すぎて逆にどれを買っていいのかわからなくなってしまって、なんと初日にはお皿は1枚も買いませんでした。その反省も踏まえて、2日目あれは天気も良かったので、ぜひお天気のいい、シャトゥのブロカントの様子を撮りたかったので行ったという理由もあるんですけれど、やっぱりお皿を1枚も買わなかった
というのはかなり心残りだったので戻りました。やはり2日目もどれを買っていいのかさっぱり分からず、どうせ買うならきっと何十枚も買ってしまってたと思うので、そこをこらえて週末のブロカントで見かけないようなきれいめのお皿を買おうと思いました。きれいめのお皿だと結構なお値段もしてしまうので、あまりお値段はいかなくてシンプルでそれなりのきれいなお皿ということで、今回はこれとこれだけにしました。そして今回一番嬉しかったのはやっぱりこれでした。もう少し金額がいくかと思ったんですが、40ユーロということでお値段も納得で買いました。シャトゥのブロカントは金曜日から開催されていて、金曜日はプレス向けで一般の方が入れるのが土曜日からだったんですが、私が行った1日目が月曜日。次回今度は秋9月なんですが、9月は初日に頑張って行ってみたいと思います。年に2回だけ開催されるこのシャトゥのブロカント、皆さんも機会があったらぜひ行ってみてくださいね。